塗り具合は変わらんわ。多分手触りぐらいやわ。塗った後それえらいベタベタしようけな。どうかなと思って。多分変わらんよ。ただ後の違います。分からんわ。わからん。分からんね。そっち側な、そこまで俺残ったことがねえよ。そこまで。下の下？なんか裏塗っちゃうだろこいつ。ああ、こっちね。ああ、はいはいはい。それずっとベタベタしよったけどな。ああ、今どうですかこれ。今もするわ。吸収が悪いんかな、木によって。なんかモンキーコット塗った時は大丈夫でしたけどね。あ、本当。そうかもしれない。でも、目によって違うのかもしれない。それはあるかもしれんね。で、磨き上げておくわ。こいつ塗って。下手つくよ。もういいわ。だったら余裕。ここは毎回仕上げがやっぱり、木が毎回変わるけ難しいっすよね。どうかな。俺これは初めて見たな。やっぱでもベタベタするなこいつ。みんな蜜ろでも蜜ろにしようか。蜜ろなんかいいな。なんか触ってベタってなったら嫌やしな。なんやろ、乾きが悪いんかな。何やろ。杉に塗ってみてもらえます？どれを？そうやね。やっぱ結構強いね。ベトベト感が。塗膜が強いんか。強いんやな。結構オイルサラサラしちゃうんやけどな。結構くるね。汚れとかには強いんかもしれんな。ただ乾くまでちょっと時間かかる。時間かかるけど。本当は1週間ぐらいやった後置いた方がいいと思うんですけどね。そうやね。匂いが取れるまでも。スーパー堪能期やけしょうがない。1週間、1週間とは言わんけど23日は置きたいな。でこれオイル塗った後もうこするんよ本当はね。2000番とかね。2000番までいかんけどな。そうするとねすんげえツルツルになる。でまたちょっと薄く塗ってやる。カウンターもだから乾いたら1回1000番ぐらいで800とか800ぐらいで1回削って800傷つくかな。もうなあんまりそれ使わんのよ。800とかな1000番とかあんまり使わんのよ。春にはありますよ。例えばこれ240やろ。こうやってこするんよ。ね、こんくらいになったらいいかなって。本当や。もう俺違いますね。もうこれで終わるんよ。じゃけいつも1000番とかでは使わんのよ。すげえ。もう1枚あればいい。もう何番とか変わんねえ。すごっ。
それでこするともうプルプルになる。なるほどね。本当はこれにしとった方がいいんやけど横目焼き。横向きああ合ってくると思うよ。旋盤使うんやったら耐水がいいわ。水つけながら。そうそう。この紙ペーパーの旋盤って結構粒子がついておけば傷がつく時がある。耐水で。耐水の方がいい。オイルやけ水つけん方がいいかもしれない。そのまま。そのまま。目も目詰まるけど、もうそれはまあいいでしょう。濃い。ちょっともったいねえけどね。どっちでいこうか。こっちかな。こいつでも写真撮ってこ日々勉強ですな。俺もこんなの初めて見たな。Google さんに聞いてみようか。プラネットで調べた。プラネット塗料。出るね。プラネット。おお、いい値段するねこれ結構。なんかいいやつなのかな。どっちを塗るかちょっと検討しよう。はい。どっちでもいいです。やっぱなんかベタっと残るね。ベタつきが残るんだな。触ってみていいですか。これがこれ。蜜ろうが蜜ろうはどっかこの俺も分かんないかもしれない素人すぎて素人には分からない僕も分からないこのあれがいいんかもしれんな。でも逆にまあ強い方がメンテはいいですけどね。それでいこう。それでがっつり拭いとこう。でお店の人にも拭いてって言っとこう。結構拭かんといけない。いいわこれ。かなり拭けばいい感じになるわ。相当拭かんでけんな。拭けばいいわ。いい全然もうなくなった。触りよったら。待って。いいわいいわ。木は難しいですね。難しいよ。これもわからんもん。杉ヒノキじゃないし、本当に。でもなこれ相当扱いやすい。癖がないですか。加工しやすい。で結局あれどれ塗ることになりました。こっちの方は一応してや提供されたやつね。結局何なんですかこの。これ何なんやろな分からんね。クリアオイルって書いてたんですけどね。ちょっと値段はいいわ。本当ですか。あのカンカンでいくらぐらいでした。いくら結構倍ぐらいするわ。じゃあまあいいもんではあるんですよね。多分いいもんはいいもんやと思う。ただ俺は知らんな。初めて見たな。今日はね新年一発、1月2日です。早いね。でも早速本当俺、前回言った通りこれ前回やで、この前言った通り塗る予定はなかったんですよね。そうですね。だけどもうちょっと塗るようになりました。まあオイル仕上げやね。オイルちょっとね今回のオイルはもう向こうさん指定やけ私はあんまりこれがどういうオイルかあんまり分かんないね。まあでもオイルには変わりないけんな。まあやっぱでも変わりますね塗ると。綺麗になる。いいね。
粘っこいよねこいつ。なんかネバーっとするわ。ネバーネバー。サラサラ感は確かにサラサラ感はないな。結構他のオイルってサラサラしてるんだよね。あ、そうなんですね。こいつはね結構ネバーっとしちゃう。ネバーって塗りにくい感じもあり塗ります。にくいね。ものすごく塗りにくい。でもすごいですね。オイルも触った感じでやっぱ分かるんですよね。やっぱこれ良くないってやっぱ言ってたじゃないですか最初。そうだよね。俺ももう全然分からんかった。海外のでもいいのはいいんだけどね。ああ、すごいいい感じ。でも悪くいいんじゃね。裏もねちょっと。いいね。いいかな。でここはね、なんで塗らなかったっていうと、後でここ埋めるからねどうせ。もうお店に行って現地でやって埋めてから塗ると。これが塗ってるところって。そうそう塗ってる。全然違いますね。やっぱ色が出るね。いい色合いになりますね。綺麗に出んね。よっ。よっしゃいな。ワックスって油ですよね。そう。で本当ちゃんとなんか本当に油の匂いですよね。何だろう。これはね、いろいろ混ざっちゃったよね。なんかアニアオイルとかなんか、アニアと何かがなんとかなんか何種類か混ざっちゃったよね。だいたいアニアならアニア、蜜蝋なら蜜蝋、他の植物性オイルならその単体であるんやけど、こいつはいろいろ混ざっちゃったよね。不思議なあれやったね。これハケで塗る人もおるけどね。あ、でもなんか製材所にハケで塗ってるって言ってましたね。まあハケでも悪くはねえよ。それって何の違いなんですか？布で塗る。何の違いやろうな。俺ハケ使わなきゃ分からない。それは狭いとことかはねハケでちょんちょんとするけど、俺はなんかこれ塗った方が、手で塗った方が木に染み込ませてるって感じがするけど、まあ確かにそうですね。ハケやったら上をシャー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 しようだけやけど、確かに。まあその違い俺も分からん。別にハケでも問題ねえと思うよね。ハケ塗った後拭き取れば余分な分がかなりくるけどね、ハケは。なるほど。でも結構海外の人がバーってこれをシャーってなってシャーってするわ。かけるんですね。これで伸ばしていくんですね。そう。あ、それはそれでいいな。あ、そうなんですね。悪いってわけではない。全然悪くない。そんな俺には財力がないけど。もったいないな。そうそう。余分な多分だいぶ出ると思うよ。いいね。このワックスを塗るのって、この見た目が良くなるってそういうことだけですか？メリットは。メリットはあと汚れとか、汚れを防ぐ。一応防腐剤。防腐にもなる。なるほど。腐れにくくする。ただワックスの欠点は何年か1回に塗り直してあげないといけない。なるほど。でもそれさえすれば長く家具として使えるっていう。まあそうですね。いいですね。
よし、とりあえずね終わりました。もう向こうにもね塗っておいてます。あとはこっちやな。おお。どうかな。これ天板裏ですね。これ天板裏ね。天板裏は塗ってくれてるからざっくり。これが当たったとこだけ。まあ裏は見る人いないからね。まあそうですね。組み立てて。そう。あれもちゃんとやっとかんとね。やることはやっとかんとね。やばいね。とりあえずいいかな、これはこれで。はい。これが何日か経って落ち着けばいいけどね。この粘りが。今空拭きね、これ空拭き。これも余分な。そうそう、余分なワックスを取れるだけ。よし、いいな。お、やっぱ違いますね、さっきの裏と。そうやね。これはこれでいいぞ。まあな、これだけは塗らんでもあり。やっぱこうワックス塗るとちょっと色が濃くなる。濃くなるっていうか、木本来の色が出てくるんだ。ああ、なるほど。あれがじゃあ塗ったのが木本来の色なの？本来の色、なんていうかな。綺麗に模様が出てくるわな、やっぱ。もうこのまんまがいいってなったらどうするんですか？このまんまがいいってなってもやっぱ保護みたいな感じしないってこしてもいいんだけど、今度テーブルでしょ、水がついたりしたらそこがシミになりやすいよね。なるほど。今度はそこだけがね、ここだけが綺麗になっていて、なるほどなるほど。ね、油とか使ってしよったらムラがいっぱい出てくるわな。そのためのコーティングやな。まあこのままでもいいけど汚れるわな。まああれが塗ったって汚れるんだよ。だけどそこまでは汚れない。目立たないっていうか、大事ですね。でも塗るんが一番やな。やっぱ問題はないけどね、別にこれがいいっちゅうのはもうこれで全然 OK で、今回ちょっと耳を少し丸くしたり、ちょこっと手で当たって痛いとこ削っていきます。もうほぼほぼ削らんでいいっちゅっただけ、もうちょっとこういう手で当たって刺さりそうなとこだけ削る。削るのはサンダーなんですね。サンダー。これが一番。これが合う。これが合う。これはもう基本手で締めるだけ。もうちょこっとだけ。
ほんと今回軽くやね、うん。軽くやるだけ。ああ、でも、刺さる心配もなく、ああ、すごい、ツルツル。すげえ。手でこうやるのかな。ああ。いくら機械で便利やけど結局は人の手があるな。だからこんな感じかな。ないな。いいね。いいね。いい。で、またこう。せーの。よっ。よかったな、今日持ってもらって。このガタガタってのは皮とこの木の間にあれが入ってる、虫が。虫。まあこの模様がいいじゃいいかな。これはこれだり。なんかもう軽く。いいね。いいんじゃない。これをだから削りすぎだよな。でもさすがに全く削らんよりは少しはあれしてやらんと。手が痛いけど触った時に手触りって重要やけんね。いいじゃん。いいよいいよ。あり。きれいにできた。できた。いいね。いい。このあれが怖いわ。手やりそうで怖い。亀裂が。そうか、接着剤で留めちゃっちゃろう。これでダメかな、どうかな。どうかな。あと削った時に入れる粉ですか。そう、こいつの粉ね。
ああ、もう軽くなじませるんですね。なるべく同じのがいいなと。割り止めになるかな。手に刺さらないけど、刺さるとおーっと。角は軽く取るだけ。いいね。いいんじゃない？お、木が冷て。木が冷て。何かな。いいね。ちょっとね、これもう本当安いやつだけど、もう本当使い捨て。あ、そうなんですね。大分にあるハンズマン。ハンズマンね、ほら98円。安い。嘘。ガラクタ市やね。びっくりした今。たまにね、ああいうのが出るんだな、ハンズマンって。いいすごいね。買いましたね。ちゅうか俺が買ってねえけどな、もらいもんやけど。すげえな。うわすげえってやる、いるならやるわってもらった。ちょっと塗るぐらいやったらいいですね。いいね。だって100均でもいいよ。おお。全然100均でも OK。伸びるね。すごいいい感じの色に。よいしょ。うわ、ほんとこれねべえな。力がいる。ねばーってさ。ここでこぼこやけどたっぷりつけて伸ばしたろ。よし。
惜しみなく惜しみなくつけちゃう。よし、とりあえず完成で、とりあえず塗ったから今度は拭き取り、これはまだ塗ったばっかりやからちょっと置いておいて、先に塗ったやつね、塗ったやつの拭き取りしよう。その時にこうムラがあったらまた塗ろうね。ああでも、やっぱ乾きが悪いかなこいつは。まあでもいいね。いい綺麗やね。綺麗ですね。いいね。よいしょ。いいね。入っちゃう。いいわ。つるつる。言うことない。言うことない。これね。ちょっと入ってないとこ。もう何でもいいよ。筆で。シャシャシャって。はい、でね、デコボコは何これね。多分一日置けばちょっとはベトベト感がなくなるかな。いいね。いいね。2つ。入れすぎ。ネバネバがすごいね。これでまたちょっと一日置いてまた拭き上げれば、大丈夫かな。まあこれで完成やね、ほぼほぼ。でちょっと落ち着かせて、おお、これやな、これやな。
うんああこいつはちょっとほら出てきた。ちょっと削っちゃってるのと怖いね。手に刺さったら痛いけどな結構。そうですね、で刺さるだけじゃない、はいそれが手に残るよねブスってそそれがねあともうずーっとチクチクするしね嫌ですねそれ。だからねよし。あとは大丈夫と思うけどね。とにかく触ることやね。いいね。いいわ。OK。きれいきれい。それでもう持っていけれる。持っていって組み立てだけやね。搬入して。ああいいわ。いい。本当ツヤツヤで綺麗ですね。綺麗よ。高級感がすごい。めちゃくちゃすごいですね。もう気持ちいい。気持ちいいね。手触りが。いいわ。そう、夜勤がね、見えるところに押せんけんや。なので、足の裏に押そう。足の裏なら OK って言って。足の裏。や抜き。やりにくいね。綺麗についた。いいね。よし。で、とりあえず終わりました。ね、塗って。ここまでがこの工房での作業終了。で、あと明日、明後日に納品じゃない。お店の方に、鉄板焼き屋さんかな。ちょっと高級やな。に持っていきます。そこで、もう年末じゃない年始、プロ野球選手が来て食べるといいね。俺もその席来ていけるな呼んでくれないですかねそれね。急遽やったっけね。俺毎回関わってるわけじゃないけどな。本当もう2週間ぐらい前に言われて作ってね材料これでって言われて、じゃあ焦げ沸いてこうしてっつってそれからでちょこっとデザイン考えてバタバタやったね。でもなんとかできましたね。まあなんとか綺麗にはできた、いいのできた。素晴らしい。まあ年末年始休みはなかったですけど。そうだよなかったね。ゆっくりする予定がいいね。なのでまあできればお店の人が OK 出ればねまた撮影、なければ俺が写真撮っていく、カシャカシャ、お願いします。そういうのを撮っていきましょう。でも今回は完成。何やったっけ、マオカーン。マオカーンでも出てこんのよね。そうですね。この木の名前ですよね。マオカーンっていうとちょっと俺も分かんないでも木自体はものすごく使いやすいし、いいね。高級やね。なので今日はこれで終わり、ね。はい、以上やね。また次になんかつながるといいね。そうですね。ね、なんか
皆さん依頼があったらどんどん言ってください、はい、お願いします。ね、木をどこで買えばいいっていうのも相談もできると思います、ね、自分で買ってこれで仕上げてっていうのが一番安い方法。なるほど。で家具屋さんに全部任せると高い、ね、これ家具屋さんがこの木がいい、この木を選んできて、そこにねまたお金が乗っかるからね。そうですね。で自分で買いに行ってみればね、安い。あとは俺の手間賃家具屋さんに行くとその市場板買ってそこでもお金発生するし、10万円のが20万円になっちゃうかもしれんし、なるほど、ね、まあ、そこはしょうがないけどね。できたら目吉直に連絡を。そう直に言ってくれると俺は安くするね、いろんな製材処理を連れていくし、ね、ぜひぜひ、じゃあ今日はここまでです。以上です。